もともと小さい部屋の集まりだったものを壁を開けてほとんどワンルームのようにしてます。床下が閉ざされた空間だったんですけど、床をなくしてこの家の下に眠ってた傾斜地の形状をむき出しの状態にしてます。ここに移り住む前はマンションに住んでたんですけども、もっと地面に近い生活をしたいなというふうに思ってたので、この家を見つけた時にそれが実現できそうということで移り住みました。アトリエコという設計事務所をやってます小林紗恵子と塩崎大臣です。ここは私たちの家で、ファルという犬とトノという猫と一緒に暮らしています。この辺りは住宅地で、傾斜地に建ってる戸建て住宅が多い地域です。ここのお家はリノベーションしているんですが、もともとは2013年にシェアハウスとして作られた建物で、2016年にここに引っ越してきました。改修前のシェアハウスは6畳の部屋が5部屋と、あと共有のキッチンスペースっていう間取りだったんです。もともとは2つのシャワールームと2つの洗面所と、あと洗濯を置く場があったスペースは一室ワンルームにして水回りに変えています。で、もともとキッチンの場所は家の中央にありましたが、キッチンの位置を北側の方に変更して場所を変えています。2階のスペースにも、一室ありましたが、階段の向きを変えて今は2階で寝るスペースを作っています。ピットは全部で5つありますが、1つは仕事場で、もう1つもサブ的な仕事場で、真ん中のところにあるのは作業用の道具などを置くような場所にしていまして、キッチンに近いピットは割と日常的に使う収納をピットの下に入れてます。一番北側は風が通るので、ゴムの木という木をピットの土間を開けて土に木を植えています。This video is sponsored by Miele. This is a unique compact living design concept we saw at Milan Design Week 2026. Miele Compact Living Kitchen Unit powered by Hettich. It serves as a cooking station, dining table and workspace, depending on the user's needs, all at once. We came up with that concept when we looked into numbers. Today, 6 out of 10 people do live in metropolitan areas. There is a huge density in cities and apartments do become smaller, and that does something to the kitchen, right? So we came up with this multifunctional unit where you can start your day in the morning with a coffee. During lunchtime, you can have a full set of cooking, and in the evening, the kitchen is hiding away for a place to wind down, relax, and have a good conversation. This is the collaboration with Hettich. They came up with a motorized system that enables the kitchen to hide away when it's not needed. And what I love about it is that it's motorized, but you can also use your hands to open it. There's even a digital assistant guiding you through cooking, syncing your appliances, planning your meals. It's asking exactly the right question about how we reimagine kitchen design for the future of small homes. Has Miele got you thinking differently about kitchen design now? まず道路から階段を上がってアプローチしてきます。改修で抜いた柱をゲートに作って、低いゲートを開けてから玄関にアプローチしてきます。玄関を開けると靴箱があって、上に棚があって、傘がかけられるようなスペースがあります。東側はガラスでできているので、すごく明るい玄関になってます。
玄関のストレージの素材はシナ合板で作っています。でそのシナ合板は家の壁も天井も全部同じ素材で作られてます。玄関を上がると、ホールの一部になっていて小さいテーブルがあります。そんな使わないんですけど、人がいっぱい来た時はこれちょっとこう開けてこうすると一応テーブルになると。だからその机にみんな座りきれない時はここで誰かに座ってもらってここでお酒を飲むと。ランプは一応ですね、ここでここをつけるとつくって感じですね。こういう感じです。玄関から、下がる段差は400ミリ以上あったので、その間に一つステップを設けています。で、形は角を丸くしていて、どこからでもアクセスしやすいように。段差を下がるともうすぐダイニングテーブルがあって、で壁沿いに長いキッチンを作っています。キッチンは足を設けたくなかったので、既存の柱で持たせるような形をしています。トップはステンレスを選んでいて、広めのシンクにしていて、洗ったものを横に置いて傾斜がついてこのまま乾かせられるようなデッキ付きのシンクにしています。業務用の冷蔵庫を足元に置いていて、こっちが冷凍庫でこっちが冷蔵庫になってます。でエアコンも足元にあって、リビングはおおむねこの1台で使ってます。猫は本当にいろんなところに行くので、梁の上を走ったり、対岸のキャットウォーク的なところを渡ったり、自由に歩き回ってます。階段はスチールで製作をしています。緩い段差にしてまして、下が深いので怖い思いがしないような形をしています。2階は小さなベッドルームになってまして、洋服が、これで全てですね、洋服をかけるようになってて、窓が2つあって、これがおばあちゃんの大正家具があって、こう見返すとここが一番好きなスペースなんですけど、このお家の断面が見えるこの場所がすごく好きです。2階の床素材はカーペットを貼り合わせています。2階は折りたたみの布団にしているので、寝る時だけ敷けるようにしてまして、布団を畳んでる状態では1つスペースができるので、犬が遊んだりしてます。洋服もオープンに固定の収納家具っていうのを、できるだけ置かないで、いろんな使い方ができる可能性を残すためにかけるだけのタイプにしてます。昔キッチンがあった場所に低い大きなテーブルを置いています。打ち合わせをしたりすることもありますし、仕事をすることもありますが、角の窓が開くので、お客さんが来た時とかにちょっとビールを外で飲んだりする時は、そこの角を開けて室内と外が一体的に使えるような場所にしています。もともとこれはここの床を支えてたビーム、梁でそれを切ったやつをここに使ってたりします。
ちらがワークスペースになってます。もともとのオリジナルの床レベルはこのレベルなんですけども、床を全部外してピットの部分に椅子を2脚置いて、ここで仕事をするような形です。反対側はルーバーになってるので、ちょっとこう立って仕事をするときはこっち側を向いて作業をしたりしてまして、ルーバーの下は全部ファイルとか収納系がいっぱい入ってます。実は足元のこのルーバーの角のところに植物が自生して生えてきてるですね。覗いてもらうと分かるんですけど、なので光が入るようにしといてあげたくてこうしてます。日常的には私がそこで仕事をすることが多いですし、あと塩崎も一緒に仕事するときはそこで仕事をしてます。これはデザイナーのペンダント照明で、ここに物を展示してそれを照らすようなデザインがすごく面白いなと思って、今はカエルを入れています。ここにある模型は昔作っていた100分の1の住宅のスタディ模型がいくつかあります。この辺はなんか気に入ったお皿とかカゴとかこけしとか、仕事の本とかいろいろなものを集めるのが好きなので、割といろんな場所に行くと2人で気に入ったものを買って収集しています。で向かいが南に面しているので、すごく日差しが入って気持ちのいい仕事場になってます。コピー機がここにあるので、普通にここから取り出すこともできるんですが、必要に応じてこちら側の階段を降りてカタログを取りに行ったりもします。ワークスペースに必要なものがストックされている場所になっていて、複合機とか、あとカタログ類とか模型の材料とかが置かれています。ピットの部分は既存のままの状態をそのままむき出しにしています。床下のピットのところも防湿コンクリートというのが、水平になってない状態で土の湿気を防ぐためだけに流されているもので既存のものですが、それもそのまま室内に表しにするようにしてます。キッチンに近いピットのところは日常的なストックするものが収納されてます。一番端のピットはゴムの木が入っていて、窓を開けてあげて風と太陽の光を受けられるようにしています。ここはあれですね、水回りで、サニタリーですね。トイレとお風呂と洗濯機とここをこうやって閉めてシャワー浴びるときは使っています。あとシンクは我々たまに使うんですけど、何ですか、髪を切って洗う時のための、これシャワーしかないんですけどね。で淡水泉になるからお湯入れてる、ガス入れてる時はお湯が出るっていう感じで、ここはもう全部フルで FRP 防水になってて、で向こう全部シナーの、合板なんだけど、ここだけはラワン合板の上に FRP 防水を全面していて、でトップコートっていうこの白いやつは途中までだいたい水回りだから白いものが多いので、
そこをこう白で上げて、犬と猫のお留守番部屋になってるんでエアコンをつけてます。はい。まあ、あとちょっと乾かしたりとか。住宅に与えられた敷地がどんなに小さかったとしても、住宅の空間というのを、豊かに、そしてまた美しく、作りたいなと思ってます。そのために、敷地内で最大限広く住宅を作ろうとする時もありますし、逆にその小さい空間をもっと分割して、より小さい空間の集まりにするという時もあります。